ジャンクの海からこんにちは。東雲初里です。皆さん、でっかいお肉はお好きでしょうか？初里は大好きです。初里は肩ロースの噛むと味が出てくるのが大好きで、ローストビーフも肩ロースを使って作るんですけど、肩ロースって大きい塊が売ってないですよね。今回は人に自家製のローストビーフを送る機会があったので、コストコの牛肩ロースを購入しました。こんなにでっかいお肉を買ったのは初めてです。最大で2キロまで買ったことがあるので、7キロだと3倍以上ですね。さらに今回はハリエクで中華ミートスライサーを購入したので、これでステーキ用、焼肉用、炒めるようにお肉をきれいに切れるか試してみたいと思います。食べたい厚みのお肉って意外と売ってなかったり、値段が高かったりしますよね。これで解決です。まずは練習に、牛タンは皮が取られているものは下の裏の硬い部分を切り落とします。この切り落とした部分はシチューとか煮込み料理にすると美味しいです。切り落とせたらもう切っていけるんですけど、ふにゃふにゃなのでスライスするのに半分凍らせてから切っていきます。次はいよいよ肩ロースを分解していくんですけど、その前に作った台所の食洗機リフトが壊れてしまったので、台所がめちゃくちゃ不便になってます。食洗機ってキッチンテーブルに置くと料理するスペースが狭くなってしまいますよね。釣りのお家では使わないときは上に持ち上がるようにリフトを作ってあります。リフトのウィンチのワイヤーが金属ワイヤーなのと、滑車の角度がきつかったので金属疲労で切れちゃったんですよね。あとはこの降りてくる棚がカウンターテーブルに当たってしまうので、ついでにこの棚を切り詰めてワイヤーを貼り直していきたいと思います。ネジを外して外に切りに行きましょう。グラインダーで棚をカットして5センチくらい切り詰めます。カットができたら溶接していきます。金網が意外と太かったので点で溶接してもしっかりくっつきました。スプレーで簡単に再塗装して完成です。そのままだと幅が5センチ足りないので、間に挟まる5センチのスペーサーを作りました。いい感じに取り付けられました。スペーサーを挟んだ部分もたわんだりしていません。それではウィンチにワイヤーを取り付けていきましょう。前回金属ワイヤーが3年で金属疲労してしまったので、今回は樹脂のワイヤーを使ってみようと思います。さあ、うまくいくんでしょうか？うまくいかなかったらまた金属ワイヤーを使おうと思います。取り付けて巻いていきます。持ち上がってきましたよ。食器を入れてもちゃんと動きました。下ろすのもちゃんとできますね。前よりも使いやすい位置まで下がるようになりました。やったー。今回は大きいお肉をスライサーで切っていく予定だったんですけど、急遽食洗機リフトを直すことになりました。お肉は次回かその月ぐらいでやっていこうと思います。リフトは樹脂ワイヤーがどれだけ長持ちするのかを見ていきたいと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。